ということで、はい川島さんに来ていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。なんでそんな懐いてるのかわかんない僕がだって2回ぐらいしか会ってないもん、その時から。そうですね。川島さん、はい、ジャイアンツの開幕戦行きますかってくれたの。好きって推しができたことによって人生をこう引っ張ってもらったっていう思いはあんねんけど。どうもレオズバーへようこそというわけで始まりました第2回レオズバーです。この企画はですね、僕レオが、バーのマスターとなって、いろんな方をお呼びしていろんな話を聞いていくという企画になっています。今回、お呼びしたのはですね、背中でいろんなことを学ばしてくれるある方を呼んでいます。どうぞ。ということで、はい、川島さんに来ていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとスタジオ以外で会うというかこうカメラがある状態っていうのがないんで、そもそもレオと会うのがそのスタジオか東京ドームだけなんで、そうですね。あんまりこういうお店で1対1で飲んだことないもんな。そうですね、ないですね。なんで結構僕は緊張してたんですけど、呼び出されたから来ましたけど。いや、ありがとうございます。いや、まさか来ていただけるとは思ってなかったんですけど。いやいや、とんでもないです。第1回がその萌え柄さんっていう小説家さんで、はい、で第2回誰がいいですかって言われた時に、川島さんどうですかねって、いやいや嬉しいよ。ポロって言ったら決まったのみたいな感じでめっちゃ嬉しかったんですけど。呼ばれたら来ますよいつで。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。でも会うのは先週、いやそうやねんな。先週の東京ドーム以来なんで、東京ドームでジャイアンツ戦見に行って、はい、俺とレオと、はい、ビビリの大木さんと、はい、3人で行かせていただいて、巨人経験の時に見に行って、はい、ほんまはその試合終わってから、はい、こんな3人で集まることもないから、はい、そのままご飯行って、はい、2時ぐらいまで飲みに行こうかなみたいな覚悟してたんですけど、はい、7対2で負けて誰も喋らんとスーッと帰ったよな。帰りましたね。俺初めて東京ドームで川島さんと見てて、このなんかこの無の時間が俺は初めてすぎて。初めてやな。さすがにあれは飲みに行けるテンションじゃなかったんですけど、今日はだからいいですよ。その時喋れなかったことがあるから、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でも一番最初会ったのがNHK の渋谷の音が多分初めてで、そう生放送ね。そうです、それから多分時を経てラビットで確かにね。あってで、BE:FIRST でもなんかレオだけがポンと急に「ラビット!」という番組来てね。はい、でなんか僕川島さんとずっと連絡先交換したくて、目標のラビット会作るみたいな話ができ、なんかでみんなで LINE 交換しようみたいな、ご飯会しようかみたいなだった時にもうきたーと思って、いやそれ珍しいよね。なんでそんな言い方難しいけど、なんでそんな懐いてるのか分かんないだって2回ぐらいしか会ってないもんその時から。そうですね、で1回はそのアーティスト戦のレオやし、2回目が「ラビット!」やから、俺それ第一印象言っているよ、大型系なの。でも言われること多いかもしれないです。やろ？なんかでっかいゴールデンレトリバーがめっちゃ尻尾振ってんなと思って餌あげたことあったかな俺ですか？最初からめっちゃこうカシャドンって言ってくれたよ。そうですね。なんでなんですかね。でも自分でもなんでかあんま覚えてないんですけど、なんか好きになったんですよね。だからでもすごいそのスタジオの中でも結構レギュラーメンバーが固定で、そこに1組2組ゲストで来るけど、シーズンレギュラーでも3ヶ月ぐらい経ってやっとこう打ち解けるというか、決して仲悪いわけじゃないけど、なんかご飯行こうかってなんだけど、2回目ぐらいでもうスタジオの信用勝ち取ってたから、すごい心が綺麗な子なんだなと。ガンガンいい意味で来てくれるというか、もうライブあるから絶対来てくださいみたいな。言いますね。よかったら来てくださいの人多いけど、絶対来てくださいねみたいな。いついつ空いてますみたいな。エレベーターの前で言われて俺覚えてる。じゃあ行こうかみたいな感じで行って、だからびっくりしたね。嬉しかった。ラビット!という番組の中では結構こう末っ子的な、そうですね、芸歴的にもね扱いやのに、ライブ見たら最年長でお兄さんやってるから。そうですね。あと歌うまいねやと思ってそれみんなでめっちゃ言われる。なんかやっぱ飯食ってるか、マジ肉で
いろんなことやってるかのイメージがやっぱあるんで、はい、あ、歌って踊れるんだっていうの。でも結構自分的にもライブに来てもらって、そう本当はギャップをね、アーティストだぞっていうのを実はそうだっていう、はい、見てほしいなっていう。いやでも不思議やったよ。そのなんか最初に行ったドームのライブも、はい、一発目のドームやったからね、はい、結構ここでやるのが夢でしたみたいな。はい、で MC トークでみんなが一言一言言ってる。ありましたね。で感極まってる人もいるし、はい、もうなんかこっから世界行きますみたいなわーみたいになってたけど、はい、なんかレオがパン映った時なんかもう泣いてたのよ。泣いてましたね。上向いて、はい、で普通やっぱこうファンの人とかって、はい、うわ夢が叶ってる、この瞬間を見れるんだ、尊いと思って泣くんやけど、はい、なんか爆笑起こってたよそうなんですよ。出たみたいな。なんか僕ステージ上で今まで泣いたことないんですよ、一回も。だからそれはもうたまらなかったわけでしょ。そうです。一発目の東京ドームで、はい、で感極まったんですけど、なぜかみんな笑ってるんですよ。なんでなんですかね、あれは。アーティストレオというのをね、見させていただいて、来ていただいて本当に嬉しかったです。いやいやこちらこそやで、ほんま。ちょっと今日レオズバーということなんですけど、はい、まあそんなことも含めてちょっとお酒を飲みながら。忘れてたやろ。そうです、今言われたんですよ。そうやろ、はい、店でもこんな酒出てこないことないよそうですね。今日はハイボールに。ありがとうございます。大好きです。はい、ありがとうございます。じゃあお疲れ様です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いやでもお酒すごい強いもんね。そうなんですかね、相当知り合いの中でも強い方やな。あ、本当ですか。全く変わらへんから。そうです。そうかもしれない。なんか普段からなんか酔っ払ってるのかもね。そんな俺朝飲んでから。そっちかも。だからその表現するというよりはもう別に水でも酔える人。水でも酔えるタイプなんですよ。朝一やっぱ酔っ払ってるよ。なんか酔っ払ってないですよ。みたいな。いやこんなんやってないですよ。言わないで、そんな変な印象つきますから僕。朝入ってきて最初にやってないですからね。オンオフがないからいいなと思います。確かに。なんかでも何回かあったんですよ。その中学校の時とかも高校の時とかも、まあ芸能界入ってもそうですけど、そのなんかクールキャラみたいなのにやっぱ憧れるじゃないですか。そうやろ。はい。ちょっとなんか自分クールって舞台の上でははしゃぐけどみたいな。はい。なんかみたいなやりたかったんですけど、なんかそのやるごとに今日機嫌悪いのってみんなから言われて。まあ無理してんのがバレるんやね、はい、でそっちやったら多分ドームで泣いててもみんな泣いてたり。そうですそれができないからすごいよな。でもなんかこうライブ見たらやっぱこうギャップがあるしね。そうですね。それは嬉しいですね。まあ本業と言いますか、そこがしっかりしてるからな。いや嬉しいです。でも僕は逆に川島さんのゴールデンラビットとか特番の時とか、あとラビットロックの時のライブね、なんか川島さんのなんかスタッフさんの前で話す言葉だったりとか、そのステージ上で話す言葉がなんかすごい大好きで、なんかそれになんかよりなんか魅了される場面が多いというか。そうなんかずっと言ってくれてるやん。はい。もう僕らもチームじゃないですか。でチームでやっぱそのメンバーとやっぱスタッフさんとそのファンとみたいなので、やっぱ一個のチームだなというふうに思ってるんですけど、やっぱなんか当初なんか社長からもやっぱ近くの人に愛されないとなんかうまくいかないっていうことは言われてたんですけど、なんか言われてはいて頭では分かってたんですけど、なんかそういう人って多分いたとは思うんですけど、ぼんやりとしてたというか輪郭がなかったんですけど、でもなんか川島さんそのゴールデンラビット終わった後のなんか第一声になんかそのまずスタッフさんにこう、いやまあそうやね、言葉とかそういうのとかを聞いて、これはみんなついてくわって思ったんですよ。こういう人がなんか先頭に立ってなんか立つからなんかこうやってみんなから愛されるこういう番組があって、いろんな人からこうやって支持されるんだなって思って、めっちゃ大きいなんか収穫だったというか。別になんかそのカッコつけてるわけじゃないけどね。いやでもなんかすごかったです。いや俺逆に聞きたいね。そのだから、ライブの MC どうしてんのって難しいよな。だから用意してたことバレるやん。そうですね。僕は最初なんかある程度なんかこういうことを言わなきゃみたいなのがあったんですけど、それやるとその僕めっちゃ不器用なんで、そのなんか台本読んでるみたいな本当になっちゃうんで、なっちゃうんで、なるべくなんか何も考えないようにします。そのゼロその来てくれてる人と目が合って思ったこととか、その隣いるメンバーとかもそうですけど、その空間でなんか思うことってやっぱたくさんあって、なんかそれをなんか言葉にして伝えるみたいなことの方がなんか多いというか。アーティストの人のだからそういうのライブを見に行くようになってまだ日が浅いけど、MC が一番むずいんやろな。MC はそうですね。でもなんか当初から僕も
レオくんが MC みたいなメンバーからも今もそうなんですけど、いやこういう MC 誰やるって言ったらもうじゃあレオくんって言われることが多いんで、3、4年やってると慣れてくるというか、なんかそのなんか頭の回路みたいのはなんか構築されていくんですけど、まあなんか多分最後に喋ることが多いもんな。はい。なんでなんか受け取ってみたいなことが多いんですけど、でもなんかそういうこともなんか川島さんからも結構学ぶっていうか、スタジオにいて学ぶこともめっちゃ多くて、ラビット出る前はその僕らバラエティとか全く出てなかったんで、ラビット出たことによっていろんな職業の人とやっぱ話したりとか、で見る人も変わるしね。はい。なんかそのすごいなんかいろんな引き出しを手に入れたというか、なんか考えの幅がすごい広がって視野が広がった気がしたんですよね。川島さんがなんでそんなにその一人一人のことを考えれるのかというか、こういうことがあったからなんかこう大事にしようと思ったとか、そういうのがあるのか、なんかいやもともとなんかこういう感じだったのかとか。いやでもやっぱりその、お仕事をこう「ラビット!」とか始めるのが42歳とかなんで、それまでは結構不安定と言いますか、もういきなりこの世界入って2年後に M−1 グランプリ出てとか、で漫才はなんとなくこんなんかなっていうのが運よくこう評価していただいて、いろんな番組出て一晩で6本レギュラー決まったんだ。オファーじゃなくてもう6本レギュラーが決まって、今までは月に1本しか仕事ないのが月に1回休みあるかないかになって、いい気になってたんやけど、実力が全く伴ってないのに試合は決まってるみたいな感じで、綺麗にその6本のレギュラー1年で終わっちゃって、でもう一回田村とこうやっぱりこうやった方がいいんじゃない、ああやった方がいいんじゃないって練り直してやっていく上でも自分を出せてないというか、うまくいかんかったんよ。ひな壇とか出てもなんかずっと黙って今日一言も喋れんかったんだみたいなことがあるぐらい喋れんくて、MC の人がもう当時はなんかほんのブラジルのサッカーみたいなさ、もうディフェンダーでもボール一人で持って抜けたら一人で行っちゃうみたいな、パスワークがうまいっていうようななんかスタジオじゃなかったから、もう一人の真ん中の人が全部制圧してどんどん点取って、端っこにいる俺らは本当にもう機能してなくて、パス回ってきてもボール触れるの2秒とか、なんかそんな感じやって、なんかこうもどかしい感じがずっとあったんで、今そうやって自分がこうやってMC になった時に、なんとなく見てて分かんのよ。なんか、この子も一言も喋れてない、で才能がないわけじゃないのにもうなんか申し訳ないなこっちがと思って、その時の反動というか、だから「ラビット!」とかああいう朝番組の MC とかやれるようになって結構こう立場が人を作ってくれたなっていう感じ。この真ん中にいてこの先頭やからこれが浮かんでくるみたいなことが多いね。そうなんですね。やっぱじゃあその時のやっぱ経験というか、そのみんながやっぱ作り上げてくれてるっていうのがあるから、これはなんか一人一人にかける言葉だったりとか、みんなにかける言葉が時代も良かったかもしれないね。なんかこう一人でワンマンプレーで走るっていう時代じゃなくなったんで、エースストライカーが一人っていうよりかはいてみんなでその人にパスを渡すじゃなくても結構こう平和にで、まだコロナ禍とかで出演者も一気に減ってね、だから40人とかあったのよ、もうゲストで40人でピンマイク誰も使えへんし、こうガンマイクが8本ぐらい置いてあるだけみたいな状況で一言も喋れへんかったから俺、めちゃくちゃ苦手。それがコロナが起こったり予算がめっちゃ下がって、40人でやってたやつをなんか10人とかになっちゃって、でそうなったらピンマイク作るの。これでなんか20秒ぐらい喋っても聞いてくれるから、なんかそっからやね。じゃあ本当にコロナでそう世界的にはもう悲しいことやったけど、自分的にはお客さんも入れなくなって、こういうアクリル板があってっていうのが結構自分はもうそんなに苦労はしてなかったから、やりやすかったから。じゃあそこが転換点っていうんですかね。いやそうやね。デビューしたの何年でしたっけ？デビューが1999年。僕がでも本当に僕が生まれてもそうやね。だからレオと俺の芸歴同い年よ。そういうぐらいですよね。その20年やって、その「一本グランプリ」という番組で優勝したり、徳さん呼んでいただいたりって、そういうのはあってんけど、なんか次がなかったのよ。なんか別にゴールデンで MC が始まるわけでもなくて、この次がないっていう状況が結構続いて、じゃあいただいてる仕事、例えばなんか大喜利番組やったらそれに向けて一生懸命やるし、たまに特番やったらそれで一生懸命やるっていう人生だって受け入れたのよ、ここで。その次の仕事ない時にその受け入れるまでになんかなかったですか、その
むっちゃ落ちる時期っていうか。もうめっちゃあった。だからこの仕事は僕やりたかったなっていう妬みもあったけど、よし諦めたと。もう自分のできることをやりましょう、コツコツこのお仕事をやりましょうと思った時に「ラビット!」の話来る。ほんまにね、諦めた瞬間来るね。その先に「ラビット!」があったんですね。そう、でも「ラビット!」も朝でバラエティーで生放送2時間、絶対やばいやん、ほんとまあそうですね。朝といえばなんか情報番組、なイメージは僕もありましたし、「ラビット!」始まったのって多分デビューと僕が同じ時だったと思うんで、多分そんなに僕テレビも見入れてなかったと思うんですけど、忙しいし、まだ今と全然違ったんですよね、形が。情報 VTR が2本みたいな、誰しもが短命で終わるというかね、もう裏はニュースみたいのに朝から何を芸人がやかましいことやんねんみたいなんで、いきなり MC 経験ない僕やから、結構まあもう終わるやろうというか、ネットニュースみたいにもいいことは書いてないし、でそんな中でもここでこれもう滑ったら全部終わり。もうだから始まる前が一番怖かったな。じゃあ結構勝負の「ラビット!」だったというか、川島さんからしたら。まあだからこれで3ヶ月で終わってたらもうとんでもないし、もうなんかなんつうの、終わらせになっちゃってしまうというか。こちらありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。いやもう続きになっちゃうんですけど、そういう葛藤があったんだなっていう。いやまあ俺もやけどスタッフさんもすごい逆風やったって後から聞いたし、まあやっぱもう早く報道にしろとか、何をやってんねん芸人とかタレントで、裏はもうやっぱりすごいニュースでやってるんだから、もう早く店畳めみたいなのをめっちゃプレッシャーかけられてたんやって。で一緒にやってる田村さんなんかもそうやろうし、俺ももちろんと思ってたけど、まあ最悪俺芸人やし、俺のこのことをいつか言えるなと思って。ただやっぱスタッフさんとかアナウンサーさんはこうはいかないから、そこが申し訳ないなというか、でなんとかこう変えたいなっていうのがあったんで、そこからやねん。だからそのなんつうの、こういうでっかいお祭りがあって、絶対スタッフさんとかアナウンサーさんに言うのはもうここやねん。もうほんまにもう大変だったでしょうと思って。痛みというかそれが分かるからっていうか。店へんねん。ほんでまた終わってからね、いつも反省会みたいな打ち合わせすんねんけど、いや今日はあれが良かったっすねとか言ってんねんけど、俺知ってるから、多分この人ほんま俺らには辛い顔見せんとあれが良かったって言ってるなみたいな、視聴率とか分かるから、それを見せないんでこっちもやっぱ弱い顔見せられへんっていうのがあるね。じゃあ本当になんか戦友というか、まあ立ち上げのメンバーはそうやね。そうですよね。だからなんかそうやね。なんか「ラビット!」のなんか強さみたいのの理由がなんかちょっと分かった気がしますね。なんか全員にやっぱリスペクトがあるし、なんか全員がなんかいい方向にいいものを作りたいみたいな、そのなんか空気感みたいのがBE:FIRST、まあ、似てるっていうとなんかおこがましいんですけど、でもなんかそこがなんか親近感を持てる場所がすごいあって、例えばなんかお金が1円ももらえなくてもいい音楽をやりたいとかっていうのをむちゃくちゃ言ったりするんですけど、なんかその空気感にすごい似てたというか、でなんか好きなものをやって楽しんでそれが届いたらいいみたいなのをよく言うんですけど、なんか「ラビット!」のスタジオにそれがすごいあるというか。すごいよね。だからそのアーティストへの尊敬もすごいし、音楽番組じゃないのに、絶対フルコーラスやってもらうっていうね。そうですね。アーティストが「いや2曲フルコーラスでやりたい」って言ったら「どうぞどうぞ」っていう、まあまあ音楽番組だと尺があっていろんなアーティストいるから「いやすいませんテレビサイズでなんかもうアウトロとかカットしてもらえます?」とか言うんだって、でなんかもう印象深かったのが、とあるアーティストの方が音楽番組だっつって、出たらそれをやられたと。流行ってるフレーズだけでやってくださいみたいな、2曲目いいですみたいなやられて、もうテレビ出なくなったんだって、そこの人が。でうちからなんか誰かのアンケートで「あの人の音楽がいいです」って書いて送った時に、やっぱテレビってそういうことでしょと、まあ何ぼ言っても嫌な思いしたんで私は無理ですみたいな感じで突っぱねられてたけど、何回もマジで3年ぐらいかけて説得して「分かりました」って出てくれたったんですよ。で最後その方が楽しかったって言ってくれた時に、ああやっててよかったなって毎回思うねこれは。リハとかでもバーン全員集まって盛り上がってみたいな。そうですね。僕も
歌わせてもらったじゃないですか、自分のソロ曲。はい、であれも作った時に、まあ、それこそ「ラビット!」のスタジオのことが頭に浮かんだりとかいろいろあったんですけど、自分がなんか音楽家としてなんかできる恩返しってなんだろうとかいろいろ考えた時に、やっぱ僕音楽しかやっぱできないんで、だからそうなった時にやっぱこの自分が作った歌をなんかあそこでやっぱ歌いたいなって思える環境っていうのがすごいね。すごい素敵だなっていう。いやそれがやっぱありがたいね。だからいい意味で変な番組というかね。まあそうなんですね。俺もだって40分かけてババ抜きとかするしそうかと思ったらなんか椅子取りゲームとかやったりするし、はいね、でアーティストを1時間渡したりするしっていう、はい、まあいい意味でこう自由。そうですね。すごいよね。でもなんかその先頭にやっぱ川島さんがいるなんか理由がなんかすごい分かりました。今日なんか全部はもちろん分からないですけど、芸能界にいる中でなんかこういう時期もあったんだなっていうのも本当に。いやまあそれはみんなあるよね。もうそれは BE:FIRST もとんでもなく苦労してやっと来たっていうのが。そうですね。それもいやだからよね。だからでもそう分かるよね、やっぱレオを見てるとね。あ、本当ですか。でも本当になんか川島さんのなんかその人柄も好きだったんですけど、そのやっぱなんか本当になんか惚れたんですよね。そのやっぱそのなんていうんですか、もう僕ブログにも書いたんですけど、言うてくれるけどね。それがを絶対言いたくて、このカメラの前で。いやちょっと行き過ぎてるやんで。でもね、どういうことですか。なんかこの間も3月上旬にポンと LINE くれて「川島さん、ジャイアンツの開幕戦行きますか?」ってくれたの。あります。普通にお誘いね、見に行きますかみたいな。で俺の予定を聞いてくれてて、でどうしよっかなみたいな。平日やから俺あんまり平日の夜行かないから、じゃあ分かった、レオ行くんやったら俺も行くよって普通の会話でしょこれ。そしたらレオが「もう川島さんたら」って聞いて、あれどういう意味？それ暴露される。あれ全然そういう意味ちゃう。いや分かってます。その後川島さんスタンプ1個で終わらせましたよ。やばいやつやと思った俺が口説いたみたいになってないこれ。何やこの「もう川島さんたら」って俺後輩から初めて聞いて。ほんとすいません、行きますかで予定空いてるよはあったじゃないですか。結構今までね。今まであったじゃないですか。でもなんかそのレオが行くなら行こうかなが嬉しすぎて、そんなまあみたいな。いや普通の会話やんってなって、いやレオ行くんやったら誰か誘うで行くでやって。いや僕はもうマジで「もう」って伸ばしもめっちゃついて牧場みたいな。川島さんたらって言われたから怖くてスタンプ1個押して持ってくれと。いや俺それスタンプ1個かけてごめんなさいって思ってもっと熱いの書いてくれと思う。めっちゃなんかその家のソファーでまあってニヤニヤしてきたんですけど、失恋した人みたいな。かかってた。間違ってた。ほんでたまたま俺が仕事入ってね、開幕無理やったっつったらなんか「はい分かりました」だけ帰っていけるから「あこれすねてるやんね」すねてましたよ。すねてたな。なんかすねてました。好きが僕そのおかしいんですよ、ちょっとバロメーターが。いやだからよくこう信じるねと思って。もちろん俺は悪いやつじゃないけど、そこまでのデータもないのにこう全力投球してくれるやん。ラビット何回か出てすぐゴールデンラビットがあったんで、もうその終わった後のその MC というかみんなへの言葉見てもう惚れちゃったっすね。もう好きって川島さん好きってそんなこと言ってくれる方がいないからね。音楽の話で言うと川島さん曲出したじゃないですか。そうアルバムむちゃくちゃいい。言ったじゃないですか、ソロの曲。一番最初に先行配信された時のシティポップの、シティポップですねあれ。リリーズっていうね。あれがもう良すぎてマジで。であれが入ってるアルバムですもんね。そう8曲入ってね、もうすごいメンバーにね。すごいですよね。入ってますから。川島さんの声のいい成分が全部入ってて、俺久々に車乗ってて自分で同じ曲を首都高走りながらずっとループしました。嬉しい。めっちゃその藤井さんもめっちゃ喜ぶと思う。いやめちゃくちゃ嬉しい。作ってる方が一流どころばっかりなんで、レジェンドの。それも私はいいスピーカーとして頑張ってますから。いやでもラジオとかでも川島さんとかもよく言ってますけど、そのジャズ聴きに行ったりとかあるじゃないですか。あと趣味でねサックスやったりとかもあるじゃないですか。だからそのどこでその音楽を好きになったのかっていうか、何がきっかけで。音楽はでも昔から好き。ほんまは
親が好きで親がレコードとか集める人やったから、しかも洋楽をね、ほんで俺ら世代はやっぱもう CD がミリオンダブルミリオン当たり前の世界でしたから、そこでは聴いてたけど、いわゆるだから90年代渋谷系って言われるものがあって、小沢健二さんとか石原ラパーさんとかコーネリアスさんとか今もバリバリの人のを聴いてめっちゃかっこいいと思って、なるほど、そっからやな。やっぱなんかちょっと暗い人間やからさ、なんかその王道に対するアンチテーゼというか、みんなが小室さん聴いてる、バンドがいいとか言って、なんかこう行くのが恥ずかしい、行く勇気なかったんやけど、僕もでも同じです。なんかあるよね、そういうのね知る人ぞ知るが好きやった。なるほどですね、それは今も変わらずですか？でそうやね、だから変わらずの感じやね、韓国の音楽なんて俺聞いたことがなくて、でもなんか K-POP がとんでもない、ずっとこの10年以上ずっとすごいで、コロナ禍に YouTube をとにかくずっと見てたら、その G アイドルっていうアイドルのトムボーイという曲があって、すごくかっこよくて、なんか自分の中で、でもちろん周りの人があんま分かってないというか、世界では売れてんだけどあんまり日本で話合わんなみたいな、でこれ自分だけにとどめとこうとか思って、でなんか自分の中の密かななんかこう夢、いつかお会いできないか、推しとでも自分の中でも雲の上の存在なんで、まあでも夢があるなら自分が韓国語を勉強して、番組で向こうに行ってお会いさせていただいてインタビューできないかな、ほんでそういう夢をずっとこう隠し持ってたのよ、ほんで2024年に世界ツアーの中に日本が入ったんで、こうチケットを頑張って取ってですね、で見た時になんかもう実在してる時でもうなんか涙が溢れたの。生きてるわと思って、自分が見てきたもんは嘘じゃなかったんだな、わあよかったと思って、これでこの間の3月の末になんか「ラビット!」5周年、5年目「ラビット!」4周年5年目になるにつれて「ラビット!」から MC の2人にサプライズですみたいな、田村さんも G アイドル好きなんで一緒にライブ見に行ってたんで来ちゃったのよ、本物が。ひっくり返ってましたもんね。ひっくり返ったあれはね、だから喜びもあるし、なんかある種こう悲しみもあるしというか、ライブを2曲やってくれて、でその後なんかオケットっていうね、オケで卓球やるみたいな、何させてくれてんの思ってんけど、そっから俺初めてやってんけど、なんか丸2日間腹減らへんかったんか。俺今何のために飯食うんやろとかいやそれはな BE:FIRST のライブ見てめっちゃ感動して、うわよかったって本当に家で思ってるよ、でも飯は食うよ。飯は食うですよね。でも俺も負けないぞと思ってハンバーグ食べてやってやるぞってやってやるぞご飯おかわりとか言ってるけどあれ見た時になんか終わったんやなと思って、なんか一回そのなんかあったんですね、そのやりきったそうなんか燃え尽き症候群、ロールプレイングゲームとかさ、で言うとドラクエとかで言うと、もういつか魔王を倒すためにずっとレベル上げて、完璧に装備揃えて、いざ魔王の城乗り込んで倒して世界平和っていうことが理想やった、これがあと5年ぐらいかけてやろうと思ってた、ところが急にめっちゃレベル上げてる途中に一報入って、なんか魔王が寿命で死にました終わりです、おめでとうございます世界平和って言われた気分で俺今何のために腕立てしてんねやろとか終わったぞ、あれ以上の距離近づけへんよなとか思いながら、そっからなんかポワーンなってんのよ。あとメンバーが「いや日本のラビット!」っていう番組面白かったって向こうでも言ってくれて、だからもう本当楽しんでいただけてよかったんですけど、これは今どこに向かって今走ってんだろみたいな、そうこんな感情初めてなんですよ。じゃあ推しができたことによって人生をこう引っ張ってもらったっていう思いはあんねんけど、今空っぽというかね。今日めっちゃ幸せでした。2人で話すことないじゃないですか。ないからね。みんながいてその中でこういろんな話があってワイワイっていうことが多かったんで、その川島さんにもこういうことがあってうまくいかない、うまくいってるようでうまくいかない時期があって、やっぱ僕とか本当に「ＩＰＰＯＮグランプリ」見ててもうすごい人っていうイメージがあったんですけど、でもその裏にやっぱいろんなものあったんだなっていうふうに思いましたし、今自分が大好きだなって思ってる番組がなんかその川島さんにとってすごい大事な番組で、その裏にあるのはやっぱいろんな人の思いがやっぱあるんだなっていうのを知った気でいましたけど、川島さんをなんとなくそのいつも飲みに行ったりとかもさせていただいてて、たくさん飯をおごってもらってなんですけど、今日またより一層
なんか川島さん知ってるレベルが5ぐらい上がった気がして、まあそうですね、すちゃんごいとしっかり語ってますから、嘘泣きでね。はい、嬉しかったです。誰で呼ぶの次はゲスト？誰がいいと思います？この毎回なんか言われてて、誰を呼んだらいいんだろうって話せるのかなって、そのオープニング今日2回撮ったじゃないですか僕。撮ってた。はい。どうもレオズバーへようこそ。今回は第2回ということで、レオズバー開催していきたいと思います。レオズバーはですね、今回開催お祭りみたいな感じ。その台本あるのに台本と違うこと言っちゃうんですよ。俺そのまあ言うたら20年以上芸人やってる人間からしたら、あそこの部分多分次からナレーションになると思うよ。カット。もうあそこ唯一レオらしくない。僕読めないですよ。そうやろ、なんか、このバーはみたいな俺ナレーションやろうかもな。やってくれるんですか？それやろうか。すごい大企画。マジですか？オープニングがあまりにも下手すぎたっていうのがこれは理由ですから。それはでも下手だったからってこと？いやそうだからこれが人生なんだよ。そうですね。そのマイナスを誰かが補ってくれるっていう。あれで手抜いてたらこんな手はしませんけど一生懸命やってずっと俺横で何言ってんのかな。あいつは何を言って、レオズバー開催いたしますみたいな、開催じゃないですお祭りちゃうからみたいな言われてあ、すいません。それやったらちょっとナレーションいこう。もう本当ですか？ね、リアル。わあ嬉しいです。ナレーションは俺がもう撮りますから。ありがとうございます。日頃のお礼でこれはめちゃくちゃ嬉しいです。やった、夢叶った。ありがとうございます。これ番組になりますね。ありがとうございます。俺はやりましょう、約束です。ありがとうございます。ちょっとよろしくお願いします。でも今日本当ありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ幸せでした。ありがとうございます。またこちらこそよろしくお願いします。またよろしくお願いします。お願いします。